はい、こんにちは、森です。旅は自己投資ということですね。いや、どこで撮ってんねんみたいな感じなんですけども、今回はね、僕が以前に紹介させていただいた黒川温泉の近くにある全室離れの宿宮亭さんからお届けしております。いや、どこで撮ってんねんって話はそれよりもねなんですけど、毎年ね恒例になってまいりました。この国内旅行行ってよかったランキング、毎年出させていただいておりますけども、いつもと一緒じゃね、皆さん飽きてしまうので、今日はもう普通の人はやらない場所で撮ろうということで、今回ここで撮影させていただいております。前代未聞ではないかなと思います。これからね、僕の動画は前代未聞のことをね徹底的にやっていきたいと思います。でもしっかりね見せてはいけないとこは隠してるんでね、ちゃんとコンプライアンスは守ってまいります。というわけでね、今回国内旅行行ってよかったランキング2025ということでですね、2024年までにあくまでも僕が行ったところからもう絶対おすすめだというところを紹介させていただきたいと思います。いや、ここ入ってへんやんけとか、おい島旅多いなみたいな、そういうね苦情が必ず来るんですけども、いやそれはもうあくまでも僕が行ったところと僕のあくまでも個人的な見解なんで、そこだけはご理解いただければと思います。で、今回ね選んだポイントとして5つ基準にさせていただきました。その中で自分の中で勝手に頭のシミュレーションで、これ9点、これ8点みたいな感じで点数化して今回発表させていただくと。点数は言いません、想像なんで。その選ばせていただくポイントがですね、まずはご飯が美味しい、めっちゃ重要ですね。大人の穴場旅行としてねやってるんで、大人になればなるほど特にご飯が重要になってまいります。そしてその次が旅した感が味わえるということですね。絶景が見れたりとか、人工的に作られたものというよりは、うわ旅したからこそこの景色が見れたなみたいな、そういったことが味わえる場所ですね。そしてそれとちょっとつながるんですけど、絶景があるっていうところ、これも大事なポイントとして押さえさせていただきます。はい、そしてなんといっても、そのいろいろご飯が美味しくて絶景はあったけど、でも今回体験したらもう次行くことはないかなみたいな、そういうところは選びたくないですよね。だからリピートしたくなる、すでに僕が今リピートしたいと思っているところを選ばせていただいております。そして最後に一番大事なところが穴場であるということですね。どんだけ良いところでも穴場じゃなければ別に僕が紹介する意味はない。で、その穴場の基準ももちろん、いやそこは穴場じゃないやろとかっていうのもあると思いますけど、あくまでも僕が個人的にここは穴場じゃないかなって思うことを基準で選ばせていただいておりますので、ぜひご理解いただければと思います。それではね、早速やっていきたいと思います。それでは国内旅行行ってよかったランキング第10位は何やったかな、ちょっとその順位だけはねちょっと台本みたいなの書いてるんで、第10位は奄美大島になります。ありがとうございます。おめでとうございます。何がおめでとうかなんかも何がありがとうなんかもわからんけど、ありがとうございます。おめでとうございます。いやー、奄美大島ね、いやここはねもうちょっと穴場って言うべきかどうかすごく悩んだんですけど、やっぱりねその沖縄とか、そういったところと比べるとやっぱりまだまだ行ったことがない人が多いっていうところと、その割に沖縄に負けず劣らず魅力があります。またその沖縄とは違う魅力があります。ご飯もめちゃくちゃ美味しいし、知られざる絶景もあるし、ちょっと中心地を離れるともう本当に自分しかいないみたいなね場所もありますし、まだまだ穴場みたいなところがいっぱいあります。ぜひね行ってほしいなと思います。で、奄美大島に行ったんだったらいろんなねそこから行ける離島とかもあるんで、そこも行ってほしいですし、奄美大島は那須っていう、一番栄えてる地域と下のなんだったかな、瀬戸内海じゃないわありますよね。ちょっと名前忘れました。名前忘れた、ど忘れした。がありますよね。そっちもぜひ行ってほしいですね。その南側ですね、そっちも合わせて行っていただければと思います。京阪とかご飯美味しいし、もちろん刺身も美味しいし、絶景もいろんな岬があったりとか、海もシュノーケルができるとか、たくさんポイントがあります。動画見ていただければと思うんですけど、もう本当にめちゃくちゃ最高です。知られてないですよね。奄美大島に海のイメージありますか？僕ないと思うんですよね、あんまり。なんか森とかハブとか大島紬とか、そういうイメージがあると思うんですけど、海もめっちゃ綺麗です。なんでかっていうと、奄美大島って山がねやっぱすごくあるので、その山の栄養分が海に流れ込んで、すごい栄養豊富な海になってるんですよ。だからそれを食べて栄養満点なその海で育ったたくさんの種類の魚が見れるっていうのも
めっちゃ魅力的です。ウミガメもねちゃんといますよ。ウミガメのイメージなくないですか？奄美大島にちゃんといるんですよ。そしてね冬になったらホエールウォッチングとかもあるし、冬のそのシュノーケリングなんかも、ウエットスーツを着てですけどめっちゃ最高です。透明度がめっちゃ増して、冬の奄美大島の動画も出してるんでね、ぜひ奄美大島チェックしてみてください。はい、いきなり出てきましたね。昔の動画ではねもう奄美大島もっと上位だったんですけど、だんだんね他にもいいところができてきたっていうのと、僕もどんどんね興味の対象も変わってるんで、ちょっと下がっちゃってますけど、またリピートしたらガンと上がる可能性は十分ある魅力的なところです。なんで順位が10位かというと、ちょっとこう穴場感はなくなってきてるのかなと。もう結構ね直行便とかもあるし、行ってる人は行ってるのかなと思って、そういう順位にさせていただいております。それでは次に行ってまいりましょう。国内旅行行ってよかったランキング第9位は佐賀になります。ありがとうございます。おめでとうございます。佐賀みたいなねえ、佐賀みたいな魅力度ランキング最下位争ってるとこちゃうんみたいな、ちょっと噛んだけどとこちゃうんみたいなね、そういう声も聞こえてまいります。行ってみてください。佐賀に行って全然面白くなかったみたいな感じで言う人が僕いるのかなと思いますね。特に僕が動画に出してるその嬉野温泉だったりとか武雄温泉なんかはもう本当に素晴らしいですし、あと呼子も佐賀なんかな、呼子もイカめっちゃうまいし、知られざる、九州の人だったら結構知ってるんですけど、やっぱこう関西とか関東とか全国的に見るとまだまだこうマイナーだと、嬉野温泉聞いたことがないみたいな人もいるんじゃないかなと思いますけども、嬉野温泉の泉質めちゃめちゃトロトロめっちゃ最高。そして豆腐めちゃくちゃうまい。で僕が動画の中で紹介させていただいたこんな値段でこんな刺身出てくんのみたいな、それくらい魅力的なね、もう本当にドローカルなお店もあったりとか、もう魅力満点です。もうあれを失ってほしくないなっていう感じですね。なんかあんまりこう人が来すぎて発展しすぎて、なんかああいう感じがなくなると僕は嫌だなっていうぐらい穴場感満載で、行って後悔はない、そんなところだと思います。決してね行きやすくはないと思うんですけど、行く価値のある場所だと思います。他にもねなんかいろいろと調べてみると、その佐賀って魅力的なポイントがね多分たくさんあります。知られてないだけで。僕のね尊敬する映画チャンネルさんの江頭さんの出身もね佐賀で、結構佐賀推してますけど、僕も同じ感じで佐賀は本当に魅力的だなと思ってます。ぜひ行ってみてください。はい、それでは次行きましょうか。それでは国内旅行行ってよかったランキング第8位は喜界島になります。ありがとうございます。おめでとうございます。喜界島に関してはね、以前の僕のランキング動画で1位を取ったことがあるぐらい魅力的な場所です。喜界島みたいな、無人島みたいな、そういう風に思ってる方もいらっしゃると思います。それがですね、めちゃめちゃバランスが良くて、もう絶景も適度な距離にあるし、海もめっちゃ綺麗だし、で観光するためのなんかこう環境もめっちゃ整備されてるし、でご飯も美味しいし、人もめちゃめちゃ優しい。本当にこう行かないとわからないような魅力が盛りだくさんで、僕も全然失礼な言い方ですけど期待せずに行ったんですよ。奄美大島行って、奄美大島から行けるんですね。奄美大島から船と飛行機で行けるんですけど、あんまり期待してなかった。とりあえず撮っとくかみたいな、失礼ですけどそういう風に思って行って、撮影をこう進めてる途中にあれ喜界島やばいみたいな、最高じゃねこの島みたいな。でなんといってインパクトあるのはそのガジュマル、めちゃめちゃでかいガジュマルがあって、もう僕そんなスピリチュアルな人間じゃないですけど、もうそれを見ただけでめっちゃうわーみたいな、めっちゃパワーもらえるみたいな、そういう素晴らしい場所になってます。で海もハワイビーチみたいなのがあったりとか、なんとかビーチっていうねもうあって、ちゃんとシャワーも完備されてたりとか、ファミリーの人でもサクッとこう泳げたりするし、クロートの方でも泳げるポイントもあったりとかしてめっちゃいいですね。で本当に一周そんなに距離もないですし、自転車を走らせるだけでもめっちゃ気持ちいいし、これはぜひ行ってみてほしいですね。であと人の優しさっていうのはね、この動画でもなかなか表現しにくい。動画の中でYouTube ならではですよね、表現しやすいの。インスタグラムとか TikTok ではなかなかその良さって表現しづらいんですけど、ぜひね長編の動画見ていただいて、その人の優しさ、なんかここまでしてくれるんだみたいなとか、こんなに絡んでくれるんだみたいなところもぜひね見ていただければと思います。はい、最高です。
というわけでね、次行きましょうか。何が出てくんねんみたいなね感じなんですけど、それでは国内旅行行ってよかったランキング第7位は大分県です。ありがとうございます。おめでとうございます。大分県といってももちろん別府とかね、湯布院とか、そこはもう穴場じゃないでしょ。僕が特におすすめするのは日田エリアと佐伯エリアです。日田は僕のチャンネル見てる方であればもうすでに知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、佐伯とか多分ほとんど知らないんじゃないですかね。僕はこの動画の1ヶ月後ぐらいに佐伯の動画も出させていただく予定ですけど、いやこここそ穴場だなと思いました。なんか大分といえば温泉県って言ってるぐらい、やっぱ温泉がね有名じゃないですか。別府湯布院、それはもう間違いないですよ。でもやっぱ穴場でもないし、もう観光客いっぱいだしみたいな。でも日田とか佐伯とか行くと、日田はまだいるかもしれない。日田はまだ最近比べると観光客いるけど、佐伯とか本当に絶景めっちゃ多いし、豊後水道って言ってね、流れの速い海があるんですよ。でそこの流れが速い海で泳いでる魚だから、めっちゃ筋肉ついてる魚なんですよ。しかもリアス式海岸がちょうどその佐伯のところにあるから、栄養分豊富な餌がいっぱいあって、だからもう餌を豊富に栄養ある餌を食べた、しかもちゃんと運動もしてる魚が食べれるんですよ。すごいことですね。僕みたいな人を食べれるっていうことですね。全然運動してないけどな、栄養は取ってるかもしれんけどな。そういう人じゃね、そういう魚を食べれるっていうことなんですよ。めちゃめちゃ魅力的です。それでちょっと離れる、ちょっと半島とか行くと、もう離島気分が味わえる絶景があったりとか、めちゃめちゃ美しい景色なのに誰も知らないし誰もいないんですよ。これはぜひ行ってほしいですね。これぞ穴場だと思いました。ぜひ今後のね出す動画もチェックしてください。日田の動画もね、日田は進撃の巨人の聖地とか、その水のきれいなとこだったりとか知られてますけど、めっちゃおすすめです。ちょっと汗かいてきた。温泉入ってるから喋ってるからか温泉入ってるか分からんけど、だんだん乱れてきて島旅みたいな感じになってきますね。それではどんどん行きたいと思います。次は何が出てくるんでしょうか。それでは国内旅行行ってよかったランキング第6位は与那国島になります。ありがとうございます。おめでとうございます。でも与那国島もね、多分知名度だけで言うと結構もう有名になってるんじゃないかなと思います。で、僕は以前の国内旅行ランキングでも与那国島1位にさせていただいたことがあるぐらい、めちゃめちゃ魅力的な島です。沖縄ですね。沖縄になるんですけど、もちろん沖縄の空気感もありつつ、もう機械島みたいにね、結構コンパクトなんですよ。コンパクトな中にめちゃめちゃ絶景もあるし、与那国馬っていう馬がね、本当に放牧されて、もう自然のままありのままいたりとか、もう本当にその死んでる、ね、牛とか馬とかの骨とかまであるみたいな、いきなりサファリみたいなところがあったりとかで、ご飯も美味しいし、なんといってもね、そのシュノーケリングとかダイビングで海底遺跡っていうのが見れるんですけど、これはもう他では見れない。誰が作ったのか分かんない、人が作ったものなのか自然にできたのかも分からない、すごい神秘的ですよね。それを見れます。で感動します。すげえみたいな、青々とした真っ青な青の中にめちゃめちゃ美しい遺跡があります。これも絶対見てほしいですね。で冬とか行くと、ハンマーヘッドシャークの群れとか見れたりとか、マンタとか見れるんかな、なんかいろいろと本当に季節ごとに見どころもありますし、やっぱなんといっても日本最西端ね、ドラマがありますね。ドラマロマンがありますよね。台湾の方が近いってね言われてる場所で、やっぱもともと沖縄って日本じゃないんで、そういう歴史的なことだったり台湾との取引だったりとか、そういう歴史的なことも学べるし、なんといってもドラマドクターコトー診療所の撮影地でもあります。だからそういった側面からも見れるし、普通に島旅としてもめちゃくちゃ魅力的だし、サファリ的なその自然みたいなのも味わえるし、もちろん映えみたいなことも味わえる。もういろんな方面からコンパクトにめっちゃ楽しめる、そういう場所ですね。でやっぱなんといってもそんなに行きやすくないんですよね。飛行機を使えばでもやっぱ結構お金をかけて、マイルとか使うと安めに行けると思うんですけど、普通にお金払っていくと結構多分かかるので、そのやっぱなかなか行けないみたいなところも魅力的ですし、フェリーで行くんだったらその週に2回しかフェリーで出ないですね。でしかも4時間かかる、しかもめっちゃ揺れるね。そのなんかやっとたどり着いたこの日本最西端みたいな、そこの喜びを5倍ぐらいにしてくれます。いや10倍か、いや20倍か、いやそんなことはどうでもいいんですけど、そういう感じですね。ぜひ行ってみてほしい場所ですね。光が差してきましたね。素晴らしい。
はい、というわけでね、いよいよ半分まで来ました。疲れてないですか？僕は温泉浸かりながら喋ってるんで、むしろどんどん回復していってます。ほんとすいません、ありがとうございます。ちょっとメガネが曇ってきたからメガネ外そうかな。目も悪くないんでね、実は。はい、というわけでね、それでは行っていきましょう。国内旅行行ってよかったランキング第5位は長崎になります。ありがとうございます。おめでとうございます。長崎みたいな。全然穴場じゃないやんけみたいな。そうでしょう、そうでしょう。ね、修学旅行で行ったことある人も多いし、いや、ハウステンボスも行ったよと。ね、グラバー園も行きましたよと。ね、中華街も行ったよみたいな。長崎行ったことあるよみたいな。そういう人も多いと思います。違います。そこじゃないんす。そこじゃないんすよ。長崎にはもっと魅力的なところがいっぱいある。そこもいいっすよ。もちろんグラバー園も最高だし、中華街も最高だし、ハウステンボスも最高です。でもそこじゃないんすよ。駅前の飲み歩きも最高だし、雲仙最高、小浜最高、島原最高、佐世保最高、平戸最高、硫黄島最高、最高な場所がめちゃめちゃあります。ここまで行ってる人は少ないんじゃないですか。だからそこを僕は穴場として今回挙げさせていただきました。長崎は本当に僕も大好きな場所で、これからもね応援したいなと思ってるんですけど、まだまだ魅力的なところあるし、もう一回リピートして撮影し直したいぐらいなところもたくさんあります。もう魅力がいっぱいです。ぜひね、僕も動画いっぱい長崎に関しては出してるんで見ていただければと思います。なんかね、やっぱ長崎の独特な空気、やっぱその港町っていうところだったりとか、結構その九州の中でも異端な場所にあるというか、結構変わった場所にあるし、変わった形をしてるし、そこも面白いですし、やっぱり人気がある場所と全然知られてない場所の差がもう極端に激しい。だからもう1日2日とかで回れる魅力じゃないですね。本当に1週間2週間いて全部回っても楽しめるんじゃないかなっていう奥深さがあります。僕もこれからね、一つ一つピックアップしてまた撮影していきたいと思います。長崎最高です。で、ご飯も美味しい。長崎の魚が一番美味しいという人も結構やっぱいますね。それはもう本当に僕もよくわかります。それぐらい魅力的です。ぜひ試してみてください。そしたら次行きましょうか。おいおいおい、北海道とか沖縄本島とか出てこんやんけ。普通1位2位ちゃうんかみ。出てきません。はっきり断言しておきます。沖縄、北海道出てきません。穴場旅行ですから。決して悪いって言ってるわけじゃないですよ。めっちゃいいとこっすよ。北海道も沖縄もめっちゃいいとこっすけど、出てきません。こっから4位3位2位1位驚きの場所が出てくると思います。ぜひ皆さん予想してください。当てれた方はぜひコメントまで当たったよと、予想通りだったってコメントしてください。その手には乗らんだろうけど、というわけでめっちゃ汗かいてきた。はい、すごいな温泉。それでは行っていきたいと思います。国内旅行行ってよかったランキング第4位は伊是名島伊平屋島です。おめでとうございます。ありがとうございます。いやいや沖縄やんけみたいな。いや沖縄ですけど伊是名島伊平屋島、セットで今回ちょっと考えたいと思うんですけど、行ったことある人多分ほとんどいないと思います。僕も去年初めて知りました。で初めて行ってきました。もう最高でした。なんでこれセットにしたかというと、伊是名島伊平屋島セットで最高になるみたいな感じです。伊是名島は居心地の良さ担当みたいな、もう人の優しさ、人間ってここまで仲良くなれるんだみたいな、なんかそういう空気感味わえるのと、なんといってもまたこれね動画今後出したいと思うんですけど、神と王の島なんですよね、伊是名島。そこも魅力的だし、もう絶対ね行ってほしいところです。でもちろん絶景もあるし、シュノーケリングしたら美しいビーチもあります。そして次その伊是名島セットで渡し船でねすぐ行けるんですけど、すぐ近いですから。でこの伊是名島はもうなんか絶景担当というか、絶景とグルメ担当みたいな。だからこっちの方が普通に考えると人気が出ると思います。で僕がねよくその昔 YouTube 始めた頃に推してた与論島ですね。与論島と同じ緯度にあるので、海の綺麗さが正直与論レベルです。与論島はね最近もう結構 SNS とかでもね拡散されたりとかして人気になってますけど、あの素晴らしい青い海、なんかラムネみたいな海が伊平屋島でも見れます。そしてシュノーケリングに関しては正直与論島より僕は良かった。めちゃめちゃ良かったです。今回リナマルさんっていうシュノーケリング
とかねダイビングやってくださる方にお願いしてボート出してもらって見ました。本当に最高でした。で僕冬に行ったのにそれぐらい最高だったから、ベストシーズンとかに行くともっともっと素晴らしい景色が見れるんじゃないかなと思います。だからもう間違いない伊平屋島行ってほしい。でも伊平屋島行くんだったらやっぱり伊是名島もセットで行ってほしい。なんかねこう島の違いとか、こんなに近い島なのにこんなに文化が違うんだとか考え方が違うんだっていうことがいい意味で学べます。これはセットで行ってほしい。で結構行きやすいんですよ。沖縄の真ん中の方、北部になるのかな、運天港っていうところがあるんですけど、そこから1時間で行けるんで決して遠くない。下手したら与論島の方が遠いぐらいの場所にあるんで、ただ知られてないだけ。まさに穴場です。ぜひ行ってみてください。はい、いよいよここからベスト3の発表になります。何が出てくるんでしょうか。僕も分かりません。いやそれは嘘です。そこに書いてあります。言っていきたいと思います。3位は僕のチャンネル見てる人だったら驚かない場所になっていると思います。発表していきたいと思います。それでは国内旅行行ってよかったランキング第3位は五島列島福江島になります。ありがとうございます。おめでとうございます。いやーこれはもうね説明するまでもないというか、もう素晴らしい島です。で僕はリピートしてます。たまたま長崎のね飲み歩きしてた時に、五島の方と出会って、リピートすることになったんですけど、初めて行った時も何の情報もなく、僕こんな感じなんでね、何の下調べもせず行ってたら、普通に島ってなんか絶景と海が見れて、なんか島気分味わえたらいいなみたいな感じで思ってたら、どこの店行ってもめちゃめちゃご飯うまいなここみたいな感じで、だんだんインパクトがずっときて、いやこれグルメの島だなと思って、一発目の動画をこのグルメの島として出させてもらったんですよ。そしたらね、ヒットをして、やっぱり行った人こうめちゃめちゃご飯美味しかったみたいな。でリピートした時も地元の方におすすめを聞こうとかね、地元の方がおすすめするとかだったらさらにうまいんじゃないかなと思って連れて行ってもらったんですけど、もう凄まじいですね。こんなにうまいもんあるんかなっていうぐらい美味しいです。特にね都会の人はなんか結構高いお金払って美味しい店に行かれたりしてると思うんですけども、そういうことじゃない、本当に素材そのものの美味しさをやっぱ味わえるのが福江島なんじゃないかなと思います。原点というかね、だから絶対にその高級料亭を真似できないような、そこでしか味わえない素晴らしい味、その五島牛もそうだし、そのきびなごとかもそうだし、もう魚もいろいろありますけど全部美味しいし、肉もうまいし、で蕎麦屋さんねもうめっちゃ美味しいし、何もかもがうまいみたいな感じ、スイーツも美味しいしみたいな。でなんか島もそれなりに人口がいるので、それなりに発展してて、観光もしやすいし、結構おしゃれな宿があったりとかして見どころ本当に満点なんですけど、やっぱ長崎長崎を僕ね穴場って言ったので、その長崎に行ってそのまま福江島に行くっていう人もやっぱ少ないし、福岡からも行けるんですけど、福岡にね飲み歩き行ってその後五島列島に行くみたいな人もやっぱほとんどいないと思うんですよね。だから僕はセットで行ってほしい、ね、福岡の都会を味わったらその後福江島で福岡と比べてみてほしい。福岡も確かにめちゃくちゃうまいですよ。グルメうまいけど、また福岡とは違ううまさがあります。五島列島福江島ねめちゃめちゃおすすめですよ。そもそも長崎離島がおすすめです。ご飯に関してはぜひ行ってみてください。それではいよいよ第2位来ました。どないなってしまうんやみたいな、島多いなみたいな、しょうがないです。島は本当に感動することが多いんでね。はい、それではいよいよ2位発表していきたいと思います。国内旅行行ってよかったランキング第2位は青森になります。ありがとうございます。おめでとうございます。いやー正直青森僕惚れました。今までねその離島以外で本土の中で、やっぱり最も僕が好きだなと思うところは長崎だったんですよ。今でも長崎なんですけど、でもやっぱその穴場感だったりとかまだ知られてないところで言うと、僕は青森軍配が上がるんじゃないかなと思って今回青森上げさせてもらいました。で今まで僕八戸しかね青森行ったことなかったんですけど、今回まだ動画この時点で出てないと思うんですけど、青森県ですね、青森市になるか、青森市の周辺とか不老伏温泉とか酸ヶ湯温泉とか
そういうあたりも行って、もうどれも最高でした。温泉も最高だし、絶景もあるし、なんか穴場感あるし、ご飯もめっちゃうまいし、コスパもいいところ多いし、見どころめっちゃあります。そして僕はまたこの後奥津軽の方も旅することになってて、もうそれもめっちゃ楽しみです。いや、それぐらいもう何回も青森行きたいなっていう自分になってるんですよ。いやー、もうやっぱ北海道は言われなくてもご飯が美味しいし、みんな魅力分かってると思うんですけど、北海道と同じ海からね取ってるお魚を海産物を食べれるから美味しくないわけないじゃないですか。だからお魚とかももちろん美味しいし、でリンゴもあとめっちゃうまい。全然違いますよ。スーパーで買うリンゴとか楽天とかで青森のリンゴとか買ったりすると思うんですけど、やっぱ現地で食べるリンゴ別格っす。なんでかわからん。送ってるやつは青森のリンゴじゃないのっていうぐらい、やっぱ青森で食べるリンゴめちゃめちゃうまいです。でアップルパイなんかも別格っすね。もうアップルパイの概念変わります。それぐらいうまいし、で温泉もめちゃめちゃいいです。地域によって全然違う。めちゃめちゃ茶色に濁ってて、塩分が強い温泉もあれば、なんか白く濁ってて酸性のすごい効く温泉もあるし、ぬるぬるのトロトロ透明だけどめっちゃトロトロの温泉もあるし、もう温泉のバリエーションも豊富だしね、雪景色も綺麗だし、知られてなさすぎっすよ。青森県行ったことないっていう人多すぎっすよ。で行ったことある人はやっぱリピートしてるんですよ。めちゃめちゃハマったみたいな、また行きたいみたいな感じで、いやーいいっすよ青森。そしてね、やっぱ人もすれてないんですよね。北海道はやっぱ観光地としてめちゃめちゃ発展してるんで、やっぱ観光客に慣れしてます。いい意味でも悪い意味でもね。でも青森の方はまだそういう感じじゃなくて、やっぱ来てくださってありがとうみたいな空気とかもすごい出してくれまして、僕もやっぱ撮影に行ったらぜひ撮ってくださいみたいな。で街ごとにね、なんか特色もやっぱ違ってて、例えば弘前だったらなんかフランス料理の街って言って、フランス料理が安く食べれるみたいなとか、青森駅前とか行くと純喫茶とかめっちゃ多かったりとか、そういうのめっちゃ面白いですよね。カフェのイメージなんかないっすよね。フランス料理のイメージなんか青森にないっすよね。だからぜひ知ってほしい。だから本当にスペシャル動画を来月間出すんで、ぜひ見ていただければと思います。青森最高です。いや、ここまでね第2位まで発表してきましたけども、いやこんな2位でも1位みたいなトークしてるから、1位どうなってしまうんやみたいな話なんですけど、素晴らしいところになっております。で1位発表する前にね、どうせ宣伝言うんだろうと、着るリュックの宣伝するんだろうと分かってるぞと、そうしたいところなんですが、着るリュック温泉入ってるんで着れません。無念です。そこまで考えてなかったです。でも着るリュックめっちゃいいんでね、ぜひ見てみてください。リンク貼ってると思うんでね、旅行くのにめちゃめちゃ最高です。着るリュックなしで僕はもう旅できないです。クルーズ旅とかね行っても、その寄港地でもう着るリュック1枚で旅ができますし、やっぱり寒い時は着るリュックの長袖と半袖というかベストですね、それを2枚重ねして、もうポケット何個あんねんみたいな状態にして、もう常に行動してます。それぐらいね、自分がずっと使ってるもんなんで、間違いなく純粋におすすめできますよね。だから僕はやっぱその宣伝させてもらう時は、自分が使ってていいなと思うからやっぱ宣伝するわけであって、お金積まれたから使ってもない商品はやっぱ宣伝できないですよね。やっぱ気持ちが入らないんで、だからこれはいいなみたいな、これは素晴らしいみたいな、今後も自分も使っていきたい、使ってる、もう何年も使ってるみたいなことをこれからも紹介していくんで、僕は何回も言いますけど、仕事としてこの YouTuber やらせていただいてるんで、案件をどしどし募集してますし、これから皆さんにもいろんな商品を紹介したり、いろんな案件で場所を紹介したりするんで、そこはご理解いただけたらと思います。でももちろん視聴者さんが第一に僕は考えてるんで、案件であろうが皆さんに楽しんでもらえる動画を作れるように最大限努力します。だから案件だと言って言いなりになって動画を撮るんじゃなくて、やっぱり視聴者さんが楽しんでいただけるために、僕はそのクライアントさんともやっぱりいろいろこういう風にした方が絶対視聴者さん喜んでくれるとか、見応えがあるとか、やっぱ案件っぽくならないとかっていうことをしっかり交渉してやっていきたいと思っています。今後僕の展望としては、やっぱこの自分の YouTuber として、旅 YouTuber としてのインフルエンス力を生かして一緒にですね協業して、例えば僕プロデュースのお酒作ったりとか、僕プロデュースの宿を作ったりとか、なんかそういうことを一緒にやって、なんかお互いにプラスになるようなことをできたらなと思ってますんで、そういったピンとくる方がいたらぜひねお声掛けいただきたいと思います。そ
そしてモーリー動画塾っていうのも今ずっとやっております。僕のモーリーチャンネルのような動画をパソコンを買う段階からスタートした方でも実現できるという動画塾になってます。やるからにはちゃんと自立して、ただ教えてもらうだけじゃなくて自分がちゃんと調べて自立できるような形に導いていきます。動画編集だけじゃなくて YouTube での稼ぎ方だったりとか、実際にこういう風にビジネスをこう作っていくみたいな、そういう深いところまで教えていくような動画塾をやってますので、ぜひね興味ある方はメッセージください。というわけで投げんだよみたいな、結局着るリュックとか着れなくても投げやんけみたいな、しょうがないじゃないですか。仕事でやってるんですよ。この動画でも見られるだけじゃ面白くないんですよね。何か売れてくれないとこもあるんですよ。それぐらい切実にやってるんです。よろしくお願いします。はい、というわけでね、第1位発表していきたいと思います。第1位にふさわしい光が差してます。さあ、それでは外の温度なんだよこれ、マイナスなってんちゃうか。ちょっと待ってください。1位言ったからといっても決してないですか。まだまだおすすめ言いますよ。ちょっと今回順位に入れられなかったおすすめも言っていきたいと思います。チャンネル1位チャンネル1位じゃねえよランキング1位発表した後もチャンネルはそのままでお願いします。それでは発表していきたいと思います。国内旅行行ってよかったランキング、栄えある第1位は壱岐の島になります。ありがとうございます。おめでとうございます。やっぱり勝ってる人もいるでしょう。壱岐の島、長崎離島壱岐の島、これはもう最高すぎました。やべえっす。ここ移住したい。僕も動画の中でも言いましたけども、移住したいランキング第1位です。はい、老後はもう壱岐の島行きたい、その思いが強くなってる素晴らしい島です。何がいいかっていうと、もういいところだらけで、ご飯うまい、肉うまい、海鮮うまい、スイーツあったかな。スイーツはちょっとわからんないいんかいみたいな話ですけど、いや人もめちゃめちゃ優しい、景色めっちゃ綺麗で、コンパクトで小さいのにちょっと離れるだけでもう自分しかいない絶景が見れる、もうそういう感じなんですよ。もうすごいっす。それでいて2万人ぐらい今人口住んでるんで、ちゃんと中心街は街なんですよ。ゲオとかあるんですよね。ゲオあるから急にゲームやりたくなってもゲーム買えるんですよ。僕ね、老後はずっとゲームして生きていきたいと思ってるんで、ゲームも買えるから安心っすね。多分コンビニはあったんじゃない、コンビニなかったかな。スーパーも普通にあるし全然いいっす。で福岡から近いんで、長崎からも飛行機で30分45分で行けるし、船で1時間半1時間で行けるちゃんと調べるよって話ですけど、めっちゃ近いんですよ。だからめちゃめちゃおすすめだなと。ちょっと都会に出たとなったら福岡にすぐ出れると。で今僕はね旅が仕事になってるんで、空港近い方がいいんでまだ壱岐移住とか考えられないですけど、こういう旅をする生活が減ってきたりとかになったら、壱岐の島今一番住みたいな。で温泉もめちゃくちゃ素晴らしい。成分の濃度が15倍って言われてるようなその温泉にめちゃめちゃ安く浸かることもできる。旅館さんにもね泊めさせてもらいましたけど、そこのご飯もめちゃめちゃうまかった。壱岐の島ってウニが売りなんですよ。ウニ食べれるシーズンにみんな行くんですけど、僕ウニが食べれるシーズン行かなかったんですよね。で大人の穴場旅行だからみんなが行かない時に行こうと思ってウニが食べれない時期に行ったんですけど、この評価ですよ。どうなってしまうねん、ウニ食べれたら。それぐらい素晴らしい島でした。いや壱岐の島は絶対行ってほしいですね。行かないともうほんと人生損する。それこそ死ぬまでに行きたい。どんだけサムネイルに死ぬまでに行きたい使ってんねんみたいな話ですけど、本当にこれは、いやだって他も全部そうなんですけど、特にこれは特に死ぬまでに行きたいって変えたいぐらい行ってほしい島です。いかがでしたでしょうか。もう最高でしたね、壱岐の島では。他にもねやっぱおすすめあったんですけど、今回入れれなかったところで言うと、静岡の沼津、ここも良かったですね。沼津港の適度なにぎわいも良かったです。でもちょっと離れるともう誰もいない絶景で富士山もガツンと見えるみたいな、これは穴場感ありましたね。でもやっぱ沼津港はそれなりにやっぱ観光客もいたんで、穴場というにはどうなんだろうみたいな感じでちょっと今回は外させていただきましたが、魅力的なところには間違いないです。ご飯めちゃくちゃうまいです。そして対馬ですね。対馬は穴場といえば穴場ですね。入れてもよかったですけど、対馬も長崎離島で壱岐の島からも近いところですけど、やっぱ国境の島ということでめちゃくちゃ見応えがあります。で穴子もめちゃくちゃうまいです。
ですだからもう長崎離島はもうご飯食べるにはもう最高ですね。で対馬はまあ弱点で言うと一つ一つの観光地がめちゃくちゃ遠い。車をやっぱ全部1時間半とか走らせないといけないんで、しかもレンタカーとかだとやっぱ軽音とかになっちゃうんで結構疲れますね。だからそこだけが弱点ですね。それがコンパクトだったら完璧ですけど、それはどうしようもないですから。でもやっぱ国境の島ということでやっぱこれこそ一生に一度は行くべき島だと思いますし、行く価値のある島だと思います。ぜひ行ってみてください。あとはね、動画でもめちゃくちゃヒットしてますけど、波照間島ね、ここでのなんかやっぱりゆったりした感じ、やっぱこれぞ島だなみたいな雰囲気とか、やっぱり西浜のインパクト、これはやっぱ誰もが一度は見たいなっていう場所でしょうね。これはもう説明不要だと思います。ぜひ動画を見ていただければと思います。あとはですね、これはもう人気スポットなんで今回は穴場に入れなかったんですけど、やっぱ良かったのは利尻島、礼文島良かったですね。離島ランキング1位にねセットで選ばれてるぐらいの島なんで、やっぱさすがに良かったですね。ただやっぱ観光地化も進んでて、レンタカー代が高かったりとかしたのはちょっと残念なポイントですね。そこがなんかリピートしたい気持ちをちょっとこう落としてしまってるところですけども、間違いなく一生に一度は行くべきところかなと思います。でもこれをリピートさせるんだったらやっぱその辺の価格だったりとかもなんかちょっとこう改善されたらいいなっていうふうに思いました。はい、いろいろね今回も言っていきましたけども、皆さんが行ったところはどれぐらいありましたか？どれも行ったことないみたいな人もいると思いますし、全部行ったことあるっていう人もいると思います。ぜひねコメントにここは行ったことあるとか、いやここなんで言わんねんみたいな、ここ行ってみてください。だから言ってないところは僕がただ行ってないだけのところかもしれないんで、ぜひね教えていただければと思います。で今年もね、そしてまたいろいろと今まで行ったことない場所、島、温泉行きたいと思いますんでね、またまたこうランキングが来年には入れ替わったりとか逆に戻ったりとかっていうのもあると思いますんで、今回上げさせてもらった地域は全部今後動画が出たりすでに動画が出てたりとかするので、ぜひその旅の動画も大画面で、テレビでゆっくりと見ていただければと思います。本当にね家族で見ていただける方とかすごく増えてありがたいと思ってますし、街中で声をかけられることも増えました。ぜひね僕を見かけた時は気軽にお声掛けいただいたらいいと思いますし、隠し撮りはやめてほしいですけど、一緒にね写真撮りましょうとかって言っていただければ写真喜んで撮らせていただきますので、ぜひよろしくお願いします。というわけでね、皆さん今年も良い旅していきましょう。旅は自己投資。メンバーシップでは300以上の非公開動画を見ることができますし、限定動画もアップ予定です。メンバーシップで応援いただける方を募集中です。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気のキルリュックモーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットも2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れるなんて思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまで、これだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性なあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらやっぱスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。キルリュックベストの新作キルリュック2も出ました。ここにはポケット追加されまして、さらにサイドファスナーだったりとか隠しポケットも追加になってめちゃくちゃパワーアップしてます。肩幅も細くなって女性の方でも着やすくなってます。ブラックとネイビーどちらか好きな方をどうぞ。旅は自己投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。